台風で飛行機が飛ばないんだ。2、3日は帰れそうにない。ニュースで見た。沖縄だもんね。仕方ないよ。明日出産予定日なのに立ち会えなくてすまん。先生も予定日過ぎるかもねって言ってたし、もしかしたら間に合うかもよ。いや、無理だと思う。誕生の瞬間ビデオに撮りたかったのにな。三脚置いて自分で撮ろうかな。こんな時期に沖縄出張なんて入れた会社を恨むよ。そういえば同期の田中さんが同行するって言ってたけど、本当？なんで？昨日田中さんに会ったのよ。どこで？ウォーキングの途中に本屋さんに寄ったの。そこで偶然。ごめん。直前で別の人間に変更になってさ、言うの忘れてたわ。そうなんだ。田中他に何か言ってなかった？何も？元気な赤ちゃん産んでくださいってそれだけだよ。そっか。よかった。何？私に言われて困ることがあるの？あるわけないだろ。なんか怪しいな。俺も苛立ってるんだよ。早く秋野に会いたいのに帰れなくて。台風早く通過するといいね。でも台風が本州に向かったら結局はしばらく帰れないかもしれないな。その時は一人で頑張って産むよ。理解のある妻でよかったよ。こういう時に別れでもしたらどうしようもなかった。お母さんも近くにいるし、何かあれば来てもらう。心配しないで。俺からも言っとくよ。じゃあ、頑張って産んでくれ。おい、アホ旦那。私は田中さんにこう聞いたんだよ。あれ？夫と沖縄出張じゃないんですかってな。そしたら何と言ったと思う？延期になりましたよ。台風来ると分かってるのに行くアホはいませんよ。だってよと言いたいのをぐっと我慢し、理解のある妻を演じた私を誰か褒めてください。私は秋野30歳です。妻がこんな状態の時に嘘をついて、夫は何をしているのでしょう。田中さんの情報により、沖縄にいないことは判明しましたが、リボからの LINE で夫の裏切りが決定的となるのです。その日の夜。ちょっと、秋野ちゃん、聞いてお母様、興奮なさるとまた血圧が上がりますわよ。その呼び方やめてってば。たまには常識的な嫁のパターンもやっとかないと忘れちゃうから。で、どうしたののぶちゃん。今ね、一人で焼肉屋さんに来てるの。また一人焼肉？私も行きたかった。誘ってよ。予定日近いから無理かなと思って遠慮しちゃった。私は秋ナスも焼肉も嫁に食べさせる優しい嫁よ。わかってるよ。ただね、焼肉食べたり、オロナミン C を飲むと、次の日に赤ちゃんが生まれるってジンクスがあるんだよ。そうなんだ。とかなんとか言ってる場合じゃないの。何？純也が同じ店にいるのよ。マジ？あの子沖縄出張って言ってなかった？そうだよ。でも今日連絡あってさ、台風で飛行機が欠航になって帰れないって言われた。は？立ち会い出産に間に合わなかったらごめんとか白々しいこと言ってたけど、すぐ近くにいるなんて。我が子を見間違えることはない。声も間違いなく純也よ。あの野郎。同行するって言ってた同僚の田中さんに偶然会って、出張は延期になったって言われたの。なるほどね。同僚も妻も騙して高級焼肉を食べてるってわけか。のぶちゃんのおかげで疑惑が確信に変わった。で、純也は誰といるの？それがね、女といるのよ。やっぱりね、そんなことだろうと思ったわ。しかも、おい、それ俺が育てた肉だぞーとか言って二人ではしゃいでる。我が子と思えないくらい気色悪いし、みっともない。想像つくわ。もうトングで鼻つまんで網で焼いてやりたい。あら、鼻の網目がおしゃれですねって言ってやりたい。焼き目にレモンかけて悶絶させてやりたい。余ったレモンで眼球も洗ってやりたい。
あんって食べさせ合ってる。うわー気持ち悪のぶちゃんはどの位置に座ってるの？い。純也の真後ろに背中合わせで座ってるの。近っ！なのになんで全部見えてるわけ？店内に大きな鏡があって、純也たちのテーブルが丸見えなの。私から見えるのは、純也の後ろ姿と女の顔だけどね。なかなかいいポジショニングね。今女の口についたご飯粒を取って自分の口に入れた。やだもう、吐きそう。耐えて、せっかくの肉がもったいない。許せない。秋乃ちゃんが大きなお腹で大変な思いをしてるのに、焼肉屋でイチャコラするなんて。産んだ人に向かって言うのは気が引けるけど、あいつゴミカスだね。気にしないで。タカがトンビを産むこともあるから。その女、どんな感じの子？ぶりっ子な口調でヘラヘラしてて、胃もたれしそう。奥さんデブっててかわいそうとか言って、笑ってるのが腹立ってしょうがない。私も限界に近いわ。ねえ、私、今から言っていい？別にいいけど、興奮して産気づかない？その時はあいつの目の前で産み落としてへその緒で首ぐるぐる巻いてやるわ。焼肉屋さんならハサミもあるし、へその緒を切るのも心配いらないわね。いや、マジで産ませようとしないで。とにかく、早くいらっしゃい。大昔に忘年会で使った金髪のズラがあるからそれ被っていくわ。何やったの？ビバリーヒルズ青春白書。やだ、それ見たすぎる。後でね。私のお肉取っといてよ。はいはーい。30分後。なんで電話出ないの？結婚して暇なんでしょ？相手してよ。ごめん。ちょっと今飯食ってて。何食べてんの？ゴーヤチャンプルーとか、海ぶどうとか、ソーキそばとか、サーターアンダギーとか。とりあえず、ザ・沖縄って感じの並べたね。せっかくだし堪能しようかと。台風なのに外に出ちゃうんだ。まあ、ホテルの近くだから。あら、素敵な T シャツね。それ、バレンシアガじゃない？いつの間に買ったの？え？あら、一緒にいる方も色違いのオソロじゃない？お高いのに焼肉の匂いがついちゃうよ。大丈夫かしら？秋乃？さっきから何言ってんだよ。のんたんって言うんだ。可愛い子だね。ちょっと待て。お前今どこにいる？お前こそどこにいる？沖縄に決まってるだろ。じゃあ私の目の前で焼肉食ってるアホは誰？どういうこと？今、あんたの後ろにいるけど。嘘だ。振り向くな。怖くて振り返れない。ちなみにもう一人いるんだけど、背中越しに座ってるの。誰かわかる？確認する勇気はない。じゃ、呼んであげる。記者メスか！やっぱり母さんだったか。懐かしい匂いがしたんだ。わしゃ大黒摩季か。すみれの花時計か。あんたらの気持ち悪い会話をずっと聞いてたせいで、肉を2枚しか食べてないのに胸焼けしちゃったじゃないの。なんでこんなところにいるんだよ。一人焼肉してたらあんたらが入ってきたんでしょ。気づかなかった。それでのぶちゃんが連絡くれて私も駆けつけたってわけ。二人ってそんなに仲良しだったっけ？秘密の交際してたの。誤解しないで。清い関係よ。そんな心配してねえわ。てか、秋菜は出産直前だろ？こんなところに来て大丈夫なのか？その妻をほったらかして女と焼肉食ってる奴に心配されたくないんだけど。まさか同じ店に母親がいるなんて思わないし、俺ついてなさすぎ。ほら、彼女怒ってるじゃん。スマホばっか見てないで、のんたんのお肉焼いてよ。だってよ。肉くらい自分で焼かせなさいよ。甘ったるい声出して。気持ち悪い女ね。多分それがのんたんの可愛いところなのよ。私こういうぶりっ子大嫌い。
のぶちゃんは、聖子よりアキナ派だもんね。そうよ。セカンドラブの時のアキナが一番好き。またみっちゃんとカラオケ行きたいな。みっちゃん、テルマしか歌わないからね。誰の話だよ概要欄見ろ。は、意味わかんねえわ。ねえ、純也、お願いがあるの。何？その女、肉焼けってうるさいから。てめえの三段腹の二段目焼いてやろうかって言って。やだよ。言いなさい。親子の縁切ってもいいの？言いなさい。離婚して慰謝料地獄に陥って、子供の顔すら見られなくてもいいの。脅すのか？正々堂々脅します。言えばいいんだろ、クソうわ、マジで言った。ああ、のんたんガチギレ。いい加減にしろよ、俺で遊べなよ。女子に三段腹とか最低。どいしお前らが言わせたんだろ。次は別れ話して。は？今ここで？無理だよ、そんなの。後で必ず話すから、今は勘弁して。信用できない。ごまかしてこっそり付き合うに決まってる。じゃあ、ここで別れたらお咎めなしか？それはあんたの反省次第よ。いろいろみそぎは必要だけどね。トングの刑とか？レモンの刑とか？何それ？まあ、後で話すわ。さっさと別れなさい。無理。は？のんたんが泣く。秋乃ちゃんは泣かせてもいいの？秋乃は強い。何言ってんの？この子は妊婦なのよ。出産を控えて不安で仕方ないの。LINE じゃそうは見えないけど。その上予約の取れない高級店に肉を欲する嫁ではなく他の女を連れて行く罪深い夫のせいで精神的にも参ってるに決まってるでしょ。どこがだよ。さっきから母さんとふざけてばかりで俺をちょくって遊んでるじゃないか。そうでもしないとやってられないからよ。え？楽しくてはしゃいでるって本気で思ってんの？この人と生きていくって決めて、子供身ごもって、抱いてた夢とか希望とかが一気に吹き飛んだのよ。それは、ごめん。私だけこんな苦しい思いするなんて絶対に許せない。その女とあんたにも何かを失う苦しみを味わってもらわないと。でもさ、焼肉屋で別れ話なんてしなくても。だったらどこですんの？ホテル？予約しようか？気を利かすな！はあ、ほんとに昔から手のかかる子ね。今から母さんの言う通りに言いなさい。またそれかよ！信じて、のんたんは泣きもせず、わめきもせず、そっと席を立って店を後にするわ。今もまだ三段腹の余韻で文句言ってるのにか？大丈夫。女心検定一級の私を信じなさい。ね、なんだそれ！どこ主催だよ！リピートアフターミー。既婚者に手を出す強欲ゴミ女め。てめえみたいな女には、くずきもチェリーニートがお似合いなんだよ。焼肉なんて100年早いわ。さっさと汚い部屋に帰って、お茶漬け食って寝ろ！は？そんなの言えるわけねえだろ。じゃあ私が振り返って直接言うけどいい？じゃあ私が言います。いや、私が。じゃあ、俺が。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。って、ダチョウ倶楽部じゃないんだよ！他のお客様の迷惑になったらいけないから修羅場にならないよう我慢してるの。そうよ。トングと網と牛タンが飛び交う修羅場を見たくなければ、おとなしく言うこと聞きなさい。あんなひどいこと言えるわけがない。相手の住所と勤め先は分かってるの？分かるけど、なんで？慰謝料の請求のために決まってんでしょうが。のんたんに払えるわけがないだろ。普通の OL なんだぞ。ショートコント、パン屋。すみません。メロンパン一つくださいな。はーい、250円になります。私、普通の OL でお金ないけど、お腹空いたのでお金払わずに食べます。お客さんダメだよ。ちゃんと払ってもらわなきゃ。普通の OL なんだから払えるわけがないでしょ。そんな理屈が
社会で通用すると思ってんのか。とまあ、こういうことです。なんでコントにしたんだよ。余計わかりにくいわ。早く、さっきの言いなさい。一言一句間違えないように。既婚者に手を出す強欲ゴミ女め。てめえみたいな女には、クズ気持ちエリーニートがお似合いなんだよ。焼肉なんて100年早いわ。さっさと汚い部屋に帰って、お茶漬け食って寝ろ。やべえ、すげえ睨まれてる。笑いが止まる。のんあー、無理。マジで言ったこいつ。男として最低すぎる。はたんでもほら、のんたん何も言わずに帰っちゃった。のぶちゃんすごい。ほらね、私の言った通りでしょ。ったく、なんなんだよ。でも、これでいいんだよな。元通りってことで。俺もそっちのテーブル行っていい？はどういう神経の作りをしてたら、そういうことが言えるわけ？ああ、そっか。無神経って、神経がないってことだもんね。だから言えちゃうんだ。すっげえ。漢字ってよくできてるわ。話が違うだろ。誰が、いつ、元通りなんて言った？だって、さっきなんか色々と言ってたような、言う通りにすれば、慰謝料とか子供の顔がどうとか。約束はしてないし、あんたみたいな父親はいらない。じゃあなんで俺とのんたを別れさせたんだよ。あんただけ幸せになるのが許せないからに決まってるでしょ。秋野だって一人で子育てなんかできないだろ。金だってかかるんだぞ。ああ、そのことなら心配しないで。お父さんの保険金は手をつけずに取ってあるの。そんなもんたかが知れてんだろ。3000万あれば孫を大学に行かせることくらいはできるでしょう。そんなにあんの？俺の取り分は？受取人は私。これは孫のために使う。以上。のぶちゃん、ありがたいけど甘えるわけにはいかないよ。私は一人で大丈夫だから。何言ってるの？私がゴミさえ産まなければ、あなたのお腹の子も苦労せずに済んだかもしれないの。責任は製造者である私が取る。かっこいいんだけどさ、痺れるんだけどさ、でも私にだって意地があるんだよ。生活費は自分で稼ぎなさい。おもちゃも絵本もあなたが買いなさい。ただ、うちに住めば家賃はいらないし、食費も浮く。私が出すのは、あくまでも塾とか習い事や受験費用とかの孫の教育資金のみよ。たまにお洋服も買っちゃうかも。のぶちゃん、大好き。だから今後のことは何も心配せずに元気な赤ちゃんを産んで、二人で子育て楽しいと思わない？ワクワクしかない。俺はいつまで背を向けてれば？振り向かないで。その汚い顔、二度と見たくないの。私もさっきから背中がかゆいわ。後ろに不潔な男がいるせいかしらね。後でお薬塗ってあげる。純也、本当はあんたの鼻をトングでつまんで、網で焼いてレモンかけるつもりだった。でも、網も汚れるし、レモンも無駄だからやめておくわ。感謝しなさい。何の話？お金だけで解決してやるってこと。慰謝料と養育費22年分よろしく。嘘だろ。ガチだよ。教育資金は母さんが出すってさっき言ってたよな。月数万程度の養育費で大学まで出せると思ってんのか、このアホンダラ。ひどい。うちら今からゆっくり焼肉食べるから、さっさと帰ってくれる？あんたがいると肉が腐るの。焼肉代も請求しましょう。なんでだよ！文句ある？ありません。払います。じゃ、帰ってよし。後日談。焼肉を食べた次の日、産気づいた私は無事に男の子を出産しました。のぶちゃんは感動して3時間泣いてましたけどね。いかにこの子を父親に似ないように育てるかが私とのぶちゃんの課題です。純也はのんたんに捨てられ、今は一人寂しく暮らしています。自炊ができないため食費がかさみ、月5万の養育費もあるので、女遊びもできず、
仕事と家を往復するつまらない生活を送っているようですね。悪影響なので子供には合わせていません。慰謝料はそれぞれ200万ずつ請求しました。のんたんは相当ごねましたが、のぶちゃんが会社に電話するとおとなしく払ってくれたので、よかったです。何を言ったんだろう。のぶちゃんとの生活はショートコントの連続で毎日笑いが絶えません。夫は最低だったけど、最高の姑に出会えて私は幸せです。